どうもくだいらです。今日は無印良品週間が始まったということで、この2つなんですけど新商品になりますね。すごい新商品が出たのでちょっとこちらを紹介しようっていうふうに思うんですけど、この前お店に行った時にまずこちらのホーローの持ち手付きの容器を発見しまして、もうまさにこんなものを求めてたんですよね。ネットで調べるとそこまで大きな話題になってなくて、でこれ説明書をよく見ると直火できるっていう風に書いてあったんですよね。普通に鍋として使えるんですよ。で無印良品自体もこういうホーローで持ち手がついてるのってかなり珍しいんですよね。これを見た時にすごく驚きまして、これは欲しいっていうので即決してしまいました。そんなすごい商品、こちらも面白いんですけど、この2つをちょっとじっくりと紹介していきたいと思います。こちらのサイズが幅19センチで奥行き23.5センチ、高さ11.5センチになります。普段使っている野田ホーローの容器があるんですけど、こちらですね。野田ホーローの四角い容器と円形の容器、こちらをすごく愛用しているんですよね。普段僕はホーロー容器は結構直火に使うことが多いので、今回のこちらも直火で主に使おうかなっていうふうに思っています。例えば味噌汁とかスープを作るにしてもこれを使ったりとか、これホーローなので蓋がついてるので、ちょっと余っちゃったら蓋をしてそのまま冷蔵庫に入れられたりするんですよね。でこれだとちょっと物足りないなっていう時があるんですよね。そういう時にちょっと大きめのサイズを探していたんですけど、その時にこちらが出てきまして、もうまさに僕が求めていたものだったので嬉しいですね。外観なんですけど、やっぱりホーローといったらこの真っ白い感じ、これもすごく気に入っていまして、持ち手の部分はこんな感じですね。しっかりとついている感じになっています。ここは熱くなるのでミトンを持ちながらこういう風に持つ感じですね。反対側も同じようについています。でこちら購入する時にパッケージがぬか漬けのパッケージだったんですよね。なので直火とは大体的に書いてなかったんですけど、この説明書が中に入ってまして、ここで直火オーブンでのご使用ができるっていうのが書いてありますね。で火にかけるときはパッキンがついてるんですけど、こちら選べる蓋っていうのでちょっと空気が抜けるようなものを購入したんですけど、これをかけながら直火とかオーブンすることはできないですね。これを使うときはぬか漬けするときとか食材を中に入れて保存するときにこの蓋を冷蔵庫で使ったりとか、そういう使い方ができます。蓋をこういう風にしてあげると、こうやって空気がここから抜けてくれるので、すごくしっかり空気が抜けてる感じするんですけど、これで閉じたら完了です。外すときは普通にちょっと空気を抜いてあげたりして、こういう風に取ると取りやすかったりします。で説明書に書いてあったんですけど、直火をするときは揚げ物とか炒め物に使用しないでくださいっていう注意書きがあったので、ちょっとそこは避けたいっていう風に思っています。ホーロー容器の何がいいかっていうと、何にでも使えてしまうっていうのがいいなって思いますね。電子レンジはちょっと使えないんですけど、野菜をストックしたりとかスープをストックしたりとか、そういう保存容器としても使えますし、直火にかけられる、オーブンも使える、このサイズなら収納として使えるっていうのもすごく大きなポイントかなって思います。ホーロー容器って買って失敗したっていうことがあんまりないんですよね。こういう大きいサイズも一つ持っておいてもいいのかなって思ったりします。こちらはサイズが大きいので何か中で混ぜたりするっていうこともできるし、お菓子作りとかそういう時にも使えそうな気がして、このサイズ感はすごくいいなって思います。でこちら買ってからちょっと数日経っているので、どういう風に使っているかっていうのをちょっと動画でお見せできたらと思います。ここからはちょっとアフレコでより詳しく説明していきたいと思います。
ここからはアフレコで説明していきたいと思います。まずは蓋を開けてお湯を1リットル沸かしてみようかなって思います。ホーローは意外とすぐにお湯が沸くんですよね。このようにコンロに乗せて火にかけています。注意書きにもあったんですけど、この火がこの容器の外に出ないようにすることですね。非常に容器が熱くなるのでミトンを使って移動させたりします。白壁の雰囲気に結構ホーローが馴染んでくれていい感じです。5分過ぎたぐらいの頃にお湯が沸き始めました。意外と早いんですよね。こういう風にちょっと縦にすることで幅を取らずに料理することも可能なので、それも面白い形ですね。で、火を止めてこういう風にミトンをしっかり使うっていう感じですね。で、この四角い形状なので角ができるので水がしっかり注げるっていうのがいいですね。で、この角同士対角線上が長いので、こういうパスタを茹でるときにもう最適ですね。これは結構これでパスタ作りしています。で、お湯もすぐ沸くので結構パスタ茹でるのにはすごくいいなって僕は思いました。で、これは小豆ですね。ちょっとあんこが食べたくなったのであんこ作りをしています。ホーローが白いのでなんか小豆がいつも以上に気持ちよさそうに見えました。火が外に出ないことを注意しながら小豆を茹でていきます。ちょっと時間がかかるんですけど1時間半ぐらいですかね。茹で上がってこういう感じにざるに移して、でまた戻すんですよね、ここの容器に。でここに砂糖を入れてこのまま混ぜるんですよね。で容器自体がしっかり大きいので混ぜやすいですね。こんな感じに混ぜてあげて、あとはまた直火にかけるんですよね。でそこでちょっと水分を飛ばしてあげて完成なんですけど、こんな感じにグツグツとだいたい2時間ぐらいかけて作ります。でこの容器は保存容器としても活躍できるので、もうこのまま完成したら蓋を閉めてもうそのまま冷蔵庫に入れてしまえるっていう、もうそれがもうホーローの良さですよね。で保存容器として使えるので、こういう風にパンの保存容器としても使うことができます。四角いので結構ちょうどいいサイズ感でいいですね。こういう風に空気を抜いてあげて閉じます。で今度はお米ですね。お米は結構鉄板なのかもしれないんですけど、3キロ入らないぐらいですかね。そのぐらい入ったと思います。こういう持ち手もあるのでお米の保存容器としてもすごく使いやすいと思いました。こうやってしっかり閉じてあげて完了です。でこの容器自体が大きくて持ち手もついているので、普通に収納の容器として使うことも可能なんですよね。こういうコーヒーの道具を一式にまとめると結構ちょうどよくて、こういう引き出しみたいな感じにして使うことも可能です。四角なので結構収まりがいいんですよね。こういう冷蔵庫とかにも入れても無駄がなくすっきり入ったりするのですごくいいなって思います。こうやってちょっと縦に入れてあげると持ち手が手前に出てくれるので取り出しやすかったりします。こんな感じになんか素材がいいので木とホーローで組み合わせてもいいかなって思います。でこういう風に柔らかいスポンジで洗剤をつけて普通に洗うんですけど、もしどうしても取れない汚れみたいなのがあったら重曹を大さじ2杯ぐらい入れてあげて、で水を入れるんですよね。入れてから
10分ぐらい沸かしてあげてちょっと置いておく。1時間ぐらいですかね。1時間ぐらい置いておくと汚れが取れやすくなりますので、すごくその方法はおすすめだと思います。ちょっとこういう風に磨いてあげるとスポンジで取ったとこだけ綺麗になっています。指でやってもツルツルっと取れます。表面を傷つけてしまう金網たわしとかはできないので、そこは注意が必要です。放浪の紹介はどうでしたでしょうか。もうこれを見つけた時は一人でちょっと舞い上がってしまいましたね。使い心地もすごく良かったので、今後も愛用すること間違いないと思います。2700円ぐらいだったと思うんですけど、コストパフォーマンスが高いなっていう風に僕は感じています。もう大人気になるんじゃないかなって思っています。次はこちらですね。こちらも新商品なんですけど、耐熱ガラス容器小鉢型、大きいサイズになりますね。漬物用に僕は買いましたね。これを別売りで重しがこちらも登場してたんですけど、何か野菜を入れてこの重しでこういう風にして蓋をして冷蔵庫に入れておくと、漬物が完成するっていう、すごくシンプルなんですけど、この構造がいいんですよね。こういう漬物用の容器って結構どっしりしたものが多くて、でサイズ感の割にそんなに重くなくて、で形状が四角なんですよ。円形だとやっぱりスペースにちょっと無駄が生まれてしまうので、この四角い形っていうのはすごくいいなって思います。でこちら綺麗な透明な重しがこちら別売りで隣に置いてあったんですけど、こちらもちょっとつけてみました。形状が四角い形になっています。蓋がこのようについています。プラスチックっぽい感じの蓋なんですけど、これ一応電子レンジもいけるみたいですね。なので冷蔵庫でなんか食材を温めたいなっていうことで保存してたものを取り出してそのままレンジに入れることが可能みたいです。容器の蓋がちょっと上に盛り上がった構造になってるんですけど、これ内側についてたら結構食材が入らなくて蓋が傾いちゃうとか、そういうことが多いと思うんですけど、そういうことがないようにこちらちょっと上に出てるようですね。よくきゅうりをつけることがあるんですけど、簡単にちょっと作ってみたいと思います。いつもはこうやってもう大胆に切って入れてます。こんな感じ。結構入りますねこれで。途中塩をちょっと混ぜつつ、結構入る。2本ぐらいですかね。2本入ったら十分ですね。これでちょうどいいかな。こうやってちょっと置いといたら重しでちょっと下がると思うので、ちょうど良くなるんじゃないかなと思います。こんな感じです。ここに鷹の爪とかを入れても美味しいんですけど、普段はよくこんな感じで簡単な漬物を作ることが多いです。ほとんど塩を入れてただ重しをしただけなんですけど、旨味が凝縮されてすごく美味しいので、ぜひ作ってみてください。食卓から出すときはもうこのまま重しを取ってあげて、このままテーブルに出すこともいいと思うので、ぜひやってみてください。他にもこのサイズ以外にもちょっと小さいサイズとかもあったので、ちょっとこれを使ってみて、また他のものを検討してみたいと思います。こんな感じに収納してるんですけど、四角いもの同士だとスペースに無駄がなくなるので、すごくおすすめです。最後になんですけど、一つだけなんか面白いものを見つけまして、新商品ではないんですけど、このミニカッターですね。こんなものが知らなかったんですけど売っていまして、ちょっと購入してみました。こうカッターですね。刃も交換できるような感じで折って使う仕様になっていますね。でこれ段ボールカッターとかに使えたらいいなっていうので、それ専用でちょっと買ってみました。すごく小ぶりで、こういう風に使いやすそうですね。普通に
文房具のコーナーにあったので、ぜひこちら見てみてください。無印良品週間ということで商品を紹介してみたんですけど、どうでしたでしょうか。ちょっとこの放浪に関してはちょっとテンションが上がってしまってうまく伝わったかどうかわかんないんですけど、もし何かわからないことがあったら気軽にコメントいただけたら嬉しいです。そんな感じで今日はこれで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回。